こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて待望の、バージョン 1.8 の世界にやってまいりました。やっと私が時代に追いついた。1.8 台は初見プレイです。1.7 台からの仕様変更を大まかには調べていますが、細かいことはプレイしながら確認するとして、5です。新ワールド生成は1年ぶりです。どんなところに現れるかワクワクします。でもどうせまた、地上がないんだとか騒ぎ始めて見えたものをことごとく無視するんでしょ。いくら私でもそんなことしませんよ。今度は地上物の存在をきちんと認識します。おー、いきなりサバンナ引きました。私の一番のお気に入りバイオームです。幸先いいです。さて、色々確認しないと。今回は序盤からデバッグ画面を遠慮なく使いますよ。あらいいの？デバッグ画面で情報を得るのは味気ないとか言ってたじゃないの。正確なバイオーム情報を得る手段はこれしかないですから。それに前作で散々使ってたので味気なさがログアウトしてしまいました。実績は初期状態、統計も0が並んでます。あと難易度ハードに切り替えてロックしないと。ゲーム開始前の設定で難易度を変える方法がわからなかったのですが、セーブデータごとに設定されるようになったのでしょうか？今は秒が優先で秒が距離10チャンクにしていますが、プレイしてみて支障が出てきたらいじっていきます。ちなみに現時点で軽量化モッドは入れていません。今のところ大丈夫そうです。さて、緊張気味ですが、プレイ開始です。だからなんで足元掘るのよ。石じゃない。これは新実装された戦力ガンですか？あ、石がお目当てだったのね。石が欲しかったのよね。石頭め。またやっぱり何かこだわってやがる。さてでは、今回の企画の内容を説明します。企画の達成目標は3つあり、立方体ブロックのコンプリート、ネザーによらずにエンディング到達、そして全実績解除です。また全実績解除やるの？もう枕言葉がトラウマのになりそうなんだけど。1.8 で新実績が追加されてますから避けては通れないですよ。義務です。でも今度は地図を遠慮なく埋め残す予定ですから、きっと短時間で終わりますよ。ならいいけど、あと2つはありがちなコンプリート目標と、村人取引でエンダーアイをゲットするプレイよね。割と無難な感じね。で、それが今やっている直下掘りとどう関係するのよ。どうせまたやっぱり地下縛りからスタートする2番戦時なんでしょ。いえ、地下縛りなんてしません。そもそも地上と地下の区別とか考えてません。だいたい地下縛りって何なのでしょうか。例えば洞窟の入り口付近はどこから地下でどこから地上なんでしょうかね。前作プレイ中に地下ってどこまでなのか気になり始めて、密かに一人で悶々としてしまいましたよ。くだらないことで悩んでしかも誰も相談相手がいなかったのね。実は最近まで、新企画は気の生えてないことで地下縛りにして、目標達成ごとに地上や海が解禁されるのを考えていたんです。でもやっぱり地下ってどこまでか考え始めて悶々としてしまって、そこで、ふとひらめいたんですよ。地上とか地下とか区別しなければいいんだと。さて、前置きが長くなりましたが今回の企画の縛り内容です。縛りの内容は、高さ制限です。地上とか地下ではなく、Y 座標で区切って気分スッキリです。ゲームスタート直後は、自由に行動できるのは岩盤を足場とする高さまでです。今はその高さを超えた場所にいるので、高さ制限内に戻るまでひたすら直下掘りをしています。そして、コンプリート目標であるブロックを一つ集めるごとに、高さ制限が一段ずつ緩和されるルールです。具体的には、異なる種類のブロックを岩盤から積み上げて駅塔を作りますが、その塔のてっぺんの足場までが自由行動できる高さ、というわけです。確かに地下縛りじゃないけどね。実質地下縛りじゃないの？いえ、すっぽい地形生成で岩盤が地上に露出してても大丈夫な、気分すっきりの縛りです。この縛りじゃどうせすぐ気分がめいるわよ。
さて、あとはブロックの塔について補足します。まず、高さ制限を司るブロック塔は、つるかはしごを設置して登れるようにします。はしごは確か、ガラスブロックとかには設置できなかったわよね。透過するブロックがダメみたいです。実験してみたらつるなら這わすことができましたので、はしご設置不能なブロックを積むのはつるを入手してから、としました。まあ仕方がないわね。で、次に、ブロックをコンプリートした暁には、塔の最上部にビーコン用ピラミッドを構築します。最後に塔から空に光が伸びるようにするのね。ビーコン実績以外を事前に全部解除しておき、最後にビーコンを起動して全実績解除かつ企画達成、といきたいんです。その関係で、ピラミッド用の建築材とビーコンは最後に積む、つまり途中で塔に組み込まないことにしました。まあ、企画の説明は以上です。補足ですが、もしも不具合や予期しない事柄で積みそうになったら企画修正します。1.8 台の初プレイなので最後までやり遂げたいですから。ああ言っちゃった。その一言のために今までどれだけ苦労したのよ。さて、私からはこんなところですが、何か他にありますか？まだ溶岩にドボンしないの？さて、それから2分掘り進めたところなんですが、聞こえづらいですがかすかに溶岩の音がするんですよ。少しヤバめな感じです。せめて初回は、岩盤までたどり着きたいんですけど。まあ、掘っていくしかありません。さらに掘り進んだところ、なんだか溶岩の音が大きくなってきました。耳を研ぎ澄ましてみると、なんとなく右の方から聞こえます。うおー怖いです。溶岩が出てきたらここまで頑張って掘ってきたのが水の泡です。岩盤近いんでしょうね。1ブロック掘るごとに溶岩が出ないかとドキドキします。なんだただのダイヤか。ちなみに今回の企画ではあまりダイヤは掘りません。ビーコン用ピラミッドの一層分とか武器防具とかに使いますが、必要なのはせいぜい300個くらいだと思ってます。それって少ないのかしら。まあ炭鉱夫としては少ないわね。おー、やっと着きました。今回の企画も初回は無事に岩盤到着です。あれだけ溶岩ドボンを期待させておいてそれありなの？いえ、溶岩の危機はまだ去ってないです。気が緩みません。さて、今のは座標は4となっています。確かマイクラの通常世界の最下層は岩盤が 100% 満たされていて、1段上がるごとに 20% ずつ減っていきます。つまりこの横の岩盤が最上層、現時点ではこの横の岩盤上に立つ高さまでが行動自由です。行動自由ということはジャンプもありよね。ありです。あらら、暗くなりかけてますね。まあ前作では地上の葉っぱに遮られて日が差さなかったことを考えるとだいぶマシです。それにしても深いですねこれ。こんなの1年ぶりですけど軽く絶望感が漂ってます。もし縛りがなかったとしても登れる気がしないわね。さて、慎重に音を聞き分けて溶岩がなさそうな方向を探ります。ちなみに溶岩が飛び出てきても、今手持ちの土で塞ぐことができません。この土は高さ制限外での入手物なので、破棄できる状態になったらすぐ破棄します。こちらの方向は溶岩の音が薄そうなのですが。うおーよかった。しかも土発見ですよ。これは運がいいですね。運に任せてもう一つこの石炭ブロックを砕かないとならないですが、今の運の流れならいけるかな。運に頼るとかテリーはやっちゃいけないと思うわよ。でも他に手がないわね。うおーこちらもセーフ。なんとも順調な滑り出しです。破棄するものは破棄してすっきり。さて、本命の土を。ってあれ？土じゃなかったの？新実装された花崗岩かしらね。ちょっと待ってついさっきまでこれで塞ぐブロックと塔の高さ1段稼げるとすごく安心してたんですけど。
いや、ひょっとして花崗岩、素手で掘って回収できたりしないですか？窮地に追い込まれると、ありえないことに期待抱きがちになるわよね。そうですよね。岩ですよね。でも私は気づきました。こっち掘ればよかったんですよ。この小さな穴が溶岩が流れてくるのを防いでくれます。よし、調査完了。どうやら間違いないですね。今立っている岩盤が最上層です。現時点での高さ制限は Y 座標が5です。この高さでは岩盤で妨げられないので、その気になれば X と Z 座標的にはどこへでも行けます。なんだか二次元の人みたいね。あ、岩盤の上の石を削らなければ塔の一段分を稼げるんじゃないの？建築したことにならないので却下です。さて、慎重に溶岩の音を聞き分けつつ、廃坑を探しに行かないといけないですね。今回の企画では溶岩の海より6段下からスタートなので、結構大変そうです。やっぱりそうなるわよね。よく考えてもよく考えなくても無茶よね。無茶だわ。でも一応対策は考えてきました。まずは土と砂利探して、クリーパーに石とか新実装の岩とか採取してもらいます。あと雲から糸をもらって羊毛を作っていきます。理論上可能かもしれないけど、問題はテリーの腕でできることなのかなのよ。わかってる？さて2分ほど掘って、ようやく地上で日が昇ってきたようです。で、すっごい違和感に気づいたのですが、なんか腕の服の色が薄い緑っぽいんですよ。そういえばそうよね。腕もなんか細いようだし。って、ボタンが違う。スクリーンショット撮ろうとしたんじゃないです。どれでしたっけ？ちなみにスキンは変えてないですよ。初期設定のまんまです。誰？いや本当に誰よこれ。アカウントハックじゃないかと焦って、この1分後に急遽ゲームを中断。ググってみて、デフォルトスキンが追加されたことを知りました。アカウント ID で無作為に選ばれたら自動的にこのアレックススキンに変更されるそうです。さてあまり進んでないですが今回はここまでです。序盤はきつそうですが、中盤からサクサク進行し始め、終盤には雲の上まで伸びた塔のてっぺんで優雅にピラミッドを建築している予定です。当面の課題は溶岩の海まで高さ制限を緩和すること、つまり6種類のブロックを岩盤に積むことです。この分だと次回は溶岩で焼け死ぬところまでよね。それではまたね。バイバイ。